今日はホットケーキミックスで簡単に作れるふわふわパンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はホットケーキミックスで簡単に作れるふわふわパンケーキを作りたいと思います。今回は卵1つ分の分量で手軽に作れるレシピをご紹介します。そしてですね、パンケーキに合うラズベリーのカスタードソースも一緒に作っていきます。こちらもですね、電子レンジで簡単に作れるレシピです。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料はこちらです。ホットケーキミックス、卵、牛乳、お砂糖、レモン汁、サラダ油です。こちらの材料で作っていきます。パンケーキ自体はサラダ油を抜いた5つの材料で作ることができます。今回は卵1個分の分量です。この卵の大きさは L サイズのものを使用してください。L サイズはですね、殻ごと卵を計量していただくと 64g 以上 70g 未満が L サイズの卵になります。そして今回はこちら100円ショップなどで購入できる絞り袋、こちらを使っていきます。この絞り袋を使っていただくととても綺麗なパンケーキに仕上げることができます。少しね、縦長の容器にこのようにセットして準備しておきましょう。こちらはですね、生地を作る前に必ず用意しておいてください。それでは作っていきます。まず卵を白身と黄身に分けます。これで OK です。こちらの白身はですね、使うまでは冷凍庫で冷やしておきましょう。そうすると泡立ちが良くなります。それでは卵黄の生地から作っていきます。まず卵黄だけを溶きほぐします。この時ね、体とかが気になる場合は取り除いてください。ここに牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。そしてここにホットケーキミックスをふるって加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、これで OK です。柔らかさこのぐらいです。タラーという感じですね。このぐらいの柔らかさになります。そうしましたら、この卵黄の生地は使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。続いて卵白を泡立てていきます。まず何も入れない状態で高速で30秒泡立てます。今回私はね、ハンドミキサーを使うんですけれども、泡立て器を使っていただいても OK です。泡立て器の場合は角が軽く立つまで泡立ててください。それでは高速で30秒泡立てます。はい、今30秒泡立てました。そうするとこのように少し粗っぽい泡が立ちます。若干ね、柔らかいメレンゲの角が立つぐらいですね。そしたらここにお砂糖を加えます。一度に加えちゃって OK です。そして今度は高速で1分泡立てます。泡立ちました。そうすると先ほどよりもしっかりとした角が立ちます。それでは最後ここにレモン汁を加えます。このレモン汁はですね、最後に加えていただくと卵白の泡が安定して泡が潰れにくくなります。ではレモン汁を加えていただいて、最後低速で1分半泡立てます。はい、OK です。このようにツヤが出てきめ細かいメレンゲになれば OK です。もちろんね、ボウルを逆さにして振るっても落ちないぐらいの硬さにしてください。メレンゲはこれで OK です。それでは冷やしておいた卵黄の生地と合わせていきます。で、この卵黄の生地はね、少し冷やすと粘度が出まして、ちょっとね、とろーっとさっきよりもとろみがついた感じになります。それでは卵黄の生地にこの卵白を一すくい加えます。そしてまず泡立て器で混ぜましょう。この時はですね、2つの生地をなじませるイメージで混ぜてください。なのでしっかりめにね、混ぜていただいて OK です。硬さ的にこのぐらいです。タラタラという感じですね。で、そしたらもう一すくいメレンゲを加えます。2回目からはゴムベラに持ち替えて混ぜていきましょう。あとはですね、ふわっとね、下からこうすくい上げるように混ぜていきましょう。で、こういう塊があった時はゴムベラで切るように混ぜていってください。今ね、このぐらいの硬さです。タラタラタラとゆっくり落ちた筋が消えるぐらいです。それではこのメレンゲの生地の方に卵黄の生地を入れます。これは混ぜムラを防ぐためにね、容器を入れ替えて混ぜています。それではこちらもゴムベラを使ってふわっとね、下からすくい上げるように混ぜていきます。
はい、これで OK です。このぐらいボタッとした感じですね。このぐらいの生地の硬さにしてください。それでは出来上がった生地を用意しておいたこちらの絞り袋の中に入れます。これで生地の準備は OK です。それではフライパンを用意してください。で、ここに薄くサラダ油を敷きます。本当にね、これは薄くで大丈夫です。そうするとね、焼き色が綺麗になります。フライパンを20秒ほど加熱します。そしたら火を止めます。先ほどの袋ですね、この口を切ります。そして垂直に絞っていきます。むにゅ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 ーっと。こちら分量がいいですが、少しねお水を入れます。これで蓋をしていただいて火にかけます。火加減はごく弱火にしていただいて、このまま7分から8分ほど焼いていきます。火加減はこのぐらい弱火です。結構ね、本当に弱火で OK です。はい、時間が経ったので蓋を開けます。こんな感じでふっくらと仕上がってます。それではね、裏返したいと思います。この時ね、もしフライパンから剥がれない時はもう少し焼いてみてください。裏返します。よいしょ。おー、いい感じですね。それではこちらも裏返します。はいはい、それでまたね、少しお水を垂らしていただいて蓋をして、このまま3分から4分焼いていきます。はい、今4分経ちました。開けます。じゃじゃん。焼き色を見ていただいて、焼き色がついていれば OK です。こんな感じでいい感じに焼けました。最後にですね、トッピングで粉糖をかけました。こちらはお好みで OK です。ふわふわに仕上がりました。焼き終わって今15分くらいですね、経った状態です。で、こんな感じにね、ふわっとした状態がキープされてます。それでは今からパンケーキに合うソースを作っていきます。まずカスタードクリームのソースです。こちらはですね、先ほどのパンケーキに使った材料で作ることができます。材料はこちらです。卵、ホットケーキミックス、牛乳、お砂糖です。こちらの材料で作っていきます。そしてカスタードに混ぜるラズベリーのソースはこちらです。冷凍ラズベリー、お砂糖、レモン汁、お水です。それでは早速ソースを作っていきます。まずボウルに卵を割り入れてください。で、今回のこのカスタードに関しましては、卵 M サイズでも L サイズでもね、どちらでも大丈夫です。卵を溶きほぐします。軽く溶きほぐしていただいたら、ここにお砂糖を加えます。そしてよく混ぜましょう。そしてここに牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。お砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。ホットケーキミックスを加えます。で、これをふるって加えましょう。そしてよく混ぜます。しっかり混ざれば OK です。それではここにふんわりラップをして、電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、加熱し終わりました。そしたらラップを開けていただいて、まだシャバシャバという状態です。これを一度よく混ぜましょう。1回目はね、生地が温まるイメージですね。よくね、混ぜていただいて、もう一度ラップをして、こちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。加熱しました。取り出します。そうするとね、若干固まってる部分もあります。これをよく混ぜましょう。ちょっとね、とろみがついてきました。レンジの種類によってとろみのつき方がね、ちょっと変わる場合があります。それではもう一度ラップをしていただいて、電子レンジ 600W で50秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜましょう。で、最後ですね、もう一度ふんわりラップをしていただいて、このまま電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、加熱し終わりました。蒸気でやけどしないようにラップを取ってください。それでは最後もう一度よく混ぜましょう。はい、これでカスタードクリームの完成です。で、カスタードクリームは熱いままだと傷みやすいので、必ずすぐ冷やすようにしてください。乾燥しないように上にピタッとラップを貼ります。そ
そして氷水を用意していただいて、この上に乗せます。氷水に当てて急速に冷やすようにしてください。そして粗熱が取れたら冷蔵庫で1時間ほど冷やしましょう。ラズベリーソースを作ります。まず耐熱のボウルにラズベリーと、あとはお砂糖、レモン汁、お水を加えます。こちらを軽く混ぜましょう。ラップをしないでこのまま電子レンジ 600W で1分半加熱します。はい、加熱しました。そしたら取り出してやけどしないようにね、一度ラズベリーを潰します。OK です。そしたらこのまままた電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜます。非常にね、熱くなってるのでやけどしないように注意してください。電子レンジの種類とか、あと使う器によっては吹きこぼれそうな時があります。なので様子を見ながらね、吹きこぼれないように加熱するようにしてください。で、混ぜていただいたら、最後このラズベリーこします。でね、結構熱いのでね、ほんとやけどしないように注意してください。入れていただいて、で、こしましょう。そしてよく混ぜます。ラズベリーソースはこれで OK です。で、あとはですね、こちらを冷まして最後カスタードと一緒に混ぜてラズベリーのカスタードソースを仕上げていきたいと思います。はい、カスタードクリームが冷めました。それではこの固まったカスタード、今ね結構弾力のある感じになっていますので、泡立て器で混ぜて滑らかにしていきます。カスタードクリームは完成です。こんな感じにプルッとしたカスタードクリームになってます。それではですね、こちらのラズベリーソースですね、こちらと合わせていきたいと思います。ラズベリーの量もお好みで調整していただいて OK です。まずね、このくらい加えます。美味しそうですね、もうこれだけで。はい。で、これで混ぜます。で、今ね、まだちょっとくすんだ色になってるんですけども、これを増やせば増やすほど鮮やかな色になります。で、味わいもね、変わってきますので、そこら辺は調整でお好みで変えてみてください。これでラズベリーのカスタードクリームソースの完成です。こんな感じに仕上がってます。それでは、いただきます。ふわふわです。すごい美味しそう。いただきます。ふわふわ。口当たりがすんごく軽くてふわふわです。それではラズベリーのカスタードクリームをつけて食べたいと思います。いただきます。美味しい。この絶妙な甘酸っぱさがね、すごくパンケーキに合いますね。とても美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。まず生地を作る時のポイントなんですけれども、卵黄と卵白を分けていただいて、卵白は使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。そうすると泡立ちが早くなります。そして卵白を泡立てる時なんですけれども、今回私はハンドミキサーを使っています。で、こちらはハンドミキサーじゃなくても泡立て器で作ることができます。で、まずハンドミキサーの場合は高速で30秒やってからお砂糖を加えていただいて、その後高速で1分、さらにそこにレモン汁を加えて、その後低速で1分泡立てました。このレモン汁がね結構大事で、レモン汁を加えることで卵白の泡が安定します。よって混ぜても生地がだれにくくなりますので、レモン汁はね必ず入れるようにしてください。そして泡立て器で作る場合なんですけれども、こちらも同様に何も入れない状態である程度角が立つまで泡立てていただいて、その後お砂糖を加えて、だんだんキメが細かくなってきた時点でレモン汁を加えてください。で、あとはですね、しっかり固めの角が立つまで泡立てるようにしてください。そして卵黄と卵白の生地を合わせる時のポイントなんですけれども、まずですね、一すくいメレンゲを入れていただいて、1回目は泡立て器で2つの生地をなじませるようにしっかりめに混ぜてください。あとはゴムベラに持ち替えてふわっと混ぜてみてください。で、ここでですね、混ぜすぎてしまうと生地が垂れてしまうので、混ぜすぎには注意していただけたらと思います。あとはですね、今回やったみたいに絞り袋に生地を入れていただいて、フライパンに絞り入れていただくと形がね丸く綺麗に仕上がります。焼くときはごく弱火でじっくり焼くようにしてください。弱火でじっくり焼くことで焼き上がりのしぼみを防ぐことができます。フライパンの種類とか、あとはお使いのガスコンロによってもね多少のね誤差は出るかなと思いますので、様子を見ながら焼いてみてください。そして今回はラズベリーのカスタードソースを作りました。こちらはですね、作りやすい分量で作っているので、このパンケーキ1個に対して余るかなと思います。なので余ったものはパンにつけていただいたり、あとはヨーグルトとね一緒に食べていただいても美味しいので、早めに召し上がっていただけたらと思います。で、今回の分
分量でいくと直径10センチ前後の大きさで3枚作ることができます。これはですね、大きさによってもね、作れる枚数が違いますので、でも大体2枚から3枚分ぐらいは作れるかなと思います。ところどころね、ポイントはありますので、そのポイントをチェックしながらぜひ作ってみてください。今日はホットケーキミックスで簡単に作れるふわふわパンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしてますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。